今回は一番ヘッドのアイホールをカットします。いつもの通りデザインナイフでカットして綺麗にしていくっていうのをやるんですけども、慣れてしまったせいで結構綺麗に仕上げてしまうんですね。そうするとどういったところが問題点で何をすればいいのかっていうのがよくわからないので、失敗例っていうわけではないんですけども、初めての方がチャレンジした時にこんなことがよく起こりますよっていうのを想定して動画を作っております。このヘッドはとっても硬いので、力の弱い方がいると失敗するとザクッと切ってしまう可能性もあるので、ドライヤーでヘッドを温めて柔らかくしてあげてからカットするといいと思います。使うドライヤーは普通の髪を乾かす家庭用のドライヤーですね。これを1分から2分ぐらい当てれば柔らかくなると思うので、ちょっとやってみますね。はい、1分半ぐらい当てたんですけども、このぐらいヘッドが柔らかくなったんで、ナイフが通りやすくなるので、これでカットしていきます。カットするときはこの目尻ぐらいのところから切り込みを入れてどんどんこうぐるっと回して、で目尻の方まで来たらこうナイフをちょっと立ててですね、一周してぐるっと切っていく感じですね。ナイフの入れ方はこういう感じで目の表面と水平にこう入れる感じにします。縦に入れてもいいんですけども、縦に入れるとですね、この縁が結構残っちゃうんで、今回は初心者がやるっていうのを想定してやってるんで、こういう水平よりちょっとですね、こう立ててやってみようと思います。でも多分ね、最初の人はこの水平にするっていうのがなかなかやりにくいので、こんな感じで。で、本当はね、このラインに入れた方がいいんですけども、このラインに最初刺さらないので、多分こんな感じで、ちょっと中途半端な感じで。ここからソフビをカットする時の基本なんですけども、ソフビをカットする時はこれ柔らかいので、こちらのナイフの手を動かすとですね、思わぬところで力が入って余計なところを切ってしまうとかっていうのもありますし、こういう指がですね、こういうところあると、切っちゃったりするので、こうナイフを刺した後にですね、ナイフを持ってる手は固定しておいて、ヘッドを持ってる手をこうグッと回してカットしていくっていうやり方をします。でその方がですね、カットのする面が結構綺麗だっていうのもあるんですけども、危険なのがこれ指を中に入れてると切っちゃうので、手は出しといた方がいいと思うんですけど、私は利き手が右手なんで右手なんですけども、右手は動かさず左手を回してヘッドをこう動かしていく。でこの右手はですね、ちょっと少しこっち側、こっち方向ですねに力は入れてます。そうしないとですね、回転に負けてしまうので、こういう感じで。今だいぶ立ってますよね。もっとね、本当はこう水平がいいんですけど、これはいいでしょう。ゆっくり切っていきます。だんだんナイフがこうやって入っていっちゃうんですよ。どんどん力を入れるので。その時はカットしにくいので、こうやってナイフを抜きます。で同じようにこうやって。今ね、だいぶ失敗例みたいな感じで、いい参考例ができそうなんですけど、でこっちこう回転させる時は、ナイフをこっち側に回転させながらやる感じですね。で失敗したらこの途中からもう一回やり直せばいいので、全然焦る必要はないんですけども、一番やらない方がいいミスはこういう肌をカットしてしまうってことですね。もう全然このぐらいのギリギリ攻めないやり方でも全然いいと思います。ヘッドのねカットをするっていうのは、練習用のヘッドもね用意しないといけないとなるとお金がかかっちゃうので、一番いいのはこのぐらいでですね、一周これで終わらせて、でこれをまたさらに細くカットしていくっていうのが一番ね練習としてはいいと思います。目尻の方はですね、この水平ですとこの肌の中を切ってしまうので、この目尻のところだけはナイフをこう立ててカットしていくっていうことをやります。こういう感じですね。これはソフビ盛りで使えますので、ぜひ取っておきましょう。反対側は今度目尻からこうやって
ぐるーっと切っていく感じですね。これも同じようにナイフを入れて、こっちは綺麗にやってみましょうか。水平に入れますね。で、ナイフの角度を見てもらった方がいいですかね。こんな感じで。私は右手は力を入れてるだけで、左手を回してカットしてます。で、慎重にぐるっと。で、この時もですね、立たないで、水平の方が本当はいいですね。この後アイサイザーで削るので、残ってても全然大丈夫なんですけど、で、だいぶ冷えてきたので、ソフビが硬くなって、切りづらくなってました。目尻の方に来たら少しナイフを立てる感じで、また余計なところを切らないようにして、グーグーグーと回して、もうゆっくりですね。ちょっとずつ切りましょう。はい、で、ここら辺ね、まだつながっちゃってるんで、こういうところよくあると思うんですよ。これも焦らず、これ直近って切っちゃえばいいので、はい、切れました。アップで見てみると、アイホールのこの部分っていうのはだいぶ残ってますよね。こんな感じ。でも最初はこんな感じじゃないかなと思います。最初からこうやって切れてもいいんですけども、やっぱりこの綺麗に切ったとしても若干この残っちゃうんですよね。これはヤスリで削っていくので、こんな感じがナイフでカットした直後の状態であります。じゃあ今度ですね、ここに残ったものをカットしていくんですけども、これはアイサイザーでカットするよりデザインナイフである程度カットした方が作業はやりやすいと思いますので、それを説明しますね。さっきの水平にカットするっていうのと同じことをやるんですけども、こういう隙間があったら、これ隙間に水平で刺します。これ練習になるので、これやった方がいいと思うんですけど、で結構ね、今もう冷えてしまったんで硬いです。1回目で、やりたかったことをここでもう1回繰り返してやってみましょう。この隙間に水平に合わせて、こうやって少しずつカットしていく。で、切りにくかったらこうやってナイフを抜いて、もう1回刺し直して、この先が入ってるぐらいですね。そうすると切りやすいので、さっきと同じように左手だけを回す。右手は動かさない。ここね、こう言って途中切っちゃってもいいです。こういう感じで。で、また同じように続きからやっていくと。で、ここでもね、綺麗にやってしまうと、次の工程ね、動画なくなっちゃうんで、ちょっとね、雑にやってみますね。下まぶたなんかは、ちょっとね、ここら辺水平になりづらいんで、ナイフ立っても全然大丈夫です。あくまでも目安というか、綺麗に一発で仕上げるんでしたら、そうやった方がいいよっていうことなので、はい、こんな感じ。で、残ったところ、もう少しナイフでですね、ちょっと削りましょう。ナイフはとってもですね、削ってしまうので、ちょっと怖かったら残しといて、次の工程でヤスリでですね、削るっていうのをやってもいいですね。こういうソフビ片は表がどっちかわからないので、こういうのを使うとソフビ盛り失敗しちゃうんで、捨てた方がいいですね。じゃこれでですね、アイサイザーでガリガリカットしてみようと思います。これから V カラー専用シンナーを使っていくんですけども、ポストとかでもよく見かけると思うんですけども、シンナーとかっていうのはやっぱり体にとっても悪いので、あとアレルギーとかもね、原因になるので、こういうですね、防毒マスクが売ってるので、こういうのを買って作業すると結構安心というか、安心ではないんですけど、安全に作業できるので、これを買ってさらに
換気してですね、作業をします。ちょっと聞き取りづらいんですが、字幕を見てみてください。これが V カラー専用シンナーで、パッケージ古いので、ちょっと違うんですけども、同じものです。で、こういう陶器のお皿とか、こういう塗料のお皿があると思いますので、これに V カラーシンナーをとりあえずですね、ちょっと入れときます。こんな感じ。入れました。見えましたね。そしたら、このアイサイザーに V カラーシンナーを染み込ませてやるんですけども、ここですね、アイホールのこの裏をゴリゴリゴリって削ります。この面ですね、この全体に染み込ます必要はないんですけど、この接する面にビタッと、こんな感じで浸して、もうここでひたすら押さえつけて削ります。で、これですね、結構削れるので、力の弱い方でも結構ですね、ガリガリいけると思います。で、しっかりつけましょう。しっかりつけないと、この、V カラーシンナーの効果が出ないので、カメラの前でやってるんで、いまいち力の入れづらいところなんですけども、こんな感じで。またどれくらいやるかっていうのは、ちょっと後で説明するので、とりあえずこういう感じで、カスが出てると思うので、これをですね、両方ちょっとやってみますね。で、今動画撮ってるんで、なんかここだけ手を回してるんですけど、両手で持って、こう、ぐり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 、こうやった方が、早いですね。ぐりぐりぐり。で、あんまりやりすぎないこと、こっちから見てみるんですけど、こっちまだ裏がね、こんな残ってますよね。これでしたらまだ全然削っていいんですけど、こっちはかなり、この、裏がだんだんなくなってきてるんで、このまま続けてしまうと、こっちの方が、ね、やりすぎちゃうんで、あんまりやりすぎない程度で一回止めましょう。で、ポイントは、ナイフでカットしきれなかったところを、重点的に削っていく感じです。見えますか？こういう取った部分が出てくるんで、これはですね、ナイフとかティッシュとかでね、早めに取りましょう。なんで早めに取るかっていうと、これ溶けたソフビなんで、これがですね、しばらくするとくっついちゃうんですよ。裏面にくっつく分にはいいんですけど、表面にくっつくと、ちょっとね、表面ザラザラになっちゃうんで。あともう少しこっちやってみましょうか。この V トラシーナーすぐ揮発しちゃうんで、たまに補充します。こうやってやりましょうか。これだけ残ってるのはもうナイフでやってた方が早いので、アイサイザーで頑張る必要はないんですけど、そうですね、アイサイザーじゃちょっとやりにくいですね。なので、ナイフを使います。で、何回かやってると度胸がつくので、こう、ちょっとずつですね、切っていきます。少しずつ、練習を兼ねて少しずつ切っていくといいと思います。こういう感じで。ナイフをこう回す感じですね。回さないと、この肌を切ってしまうので、ナイフをくるっとこう、くるっくるっ。結構ね、最初なんで、ガタガタしちゃうと思うので、はい。で
そうですね。では、またアイサイザーでゴリゴリしていきましょう。で、どこまで削るかっていうのは、つける藍によって変えていけばいいと思うんですけども、ボイシー藍はですね、結構平たいんで、削った方がはまりやすいですね。あと、DD の藍とか、あと、カボション藍とか、あと、まあ、形によるんですけど、デカール藍とかは、そんなに平たくはないので、そんなに削らなくても大丈夫だと思うんですけど、このぐらいでちょっとね、やめておきましょうか。これでもかなり削ってはいるんですけど、こういうところもね、しっかり取りましょう。取るって言っても、削りカスですね。主に取るのは。藍をこれでこうやってセットしてみます。その時に、見栄えが良いかというのと、あと隙間ですね、を確認します。これ見てもらうと分かる通り、この隙間のね、削り残しみたいなのがちょっと気になりますよね。この目尻も。まずここはカットした方がいいところ。で、隙間については結構こっちの左側はいい感じじゃないですか。右側も、隙間自体はそんなにいいかなと思います。デカールアイはこういう形のものが多いと思うんですけど、これをセットした時も隙間があるかを見て、これからデカールアイを買うっていう方は、まだね、こうぴったり合わせることはできないと思うんですけど、これもそんなに悪くないかなと。で、カボションもまあ同じ感じの、大きさなんで、これも多分ね、今は大丈夫だと思います。碁石ですね。碁石はこの平らなので、結構ですね、裏面を削ってないとぴったりに合いません。でもかなりいいですね。これ失敗例にするつもりだったんですけど、かなり削ってしまいました。裏面を削るときは、ちょっと削りすぎたかなと思ったら、一回やめて、藍をはめて、どうかなっていうのを確かめた方がいいですね。はい。次は削り残しの部分をきれいにしていくんですけども、やり方としてはデザインナイフできれいにしていくってやり方と、棒やすりできれいにしていくってやり方と、ルーターできれいにしていくってやり方があります。ルーターがない人もいらっしゃるかもしれないので、そうですね。こっち側はデザインナイフだけでやってみましょうか。デザインナイフでやる場合っていうのは、一番最初のカットと同じですね。アイホールの隙間に合うようにナイフを入れて、この手前をこう少しずつ削っていく。こういう感じで。で、この時に、この皮膚はですね、削らないように注意しましょう。で、最初はね、これザックザク、ガッタガタになると思うんで、これも綺麗にできますから、そんなに焦らないでいいです。で、こういうところですね。こういうところは、サクッといっちゃいそうなんで、なるべくですね、くるっと回して、くるっと回して、切り返しましょう。くるっと。奥に入れようとするときは、ナイフをこう水平にします。水平にすると、ナイフが奥に行くので、奥がきれいに切りやすいということなんですね。で、だんだんきれいになってきましたよね。もう一周やってみましょうか。
ゆっくりゆっくりやりましょう。で電熱ペンを持っていれば失敗しても多少はリカバリーできるんですけども、電熱ペンがないとですね、ちょっとね、リカバリー難しいので慎重ですね。でここにも少し残ってるの見えますか？こういうのもね、ディーラーさんとして販売するんでしたら、ここはね、綺麗にしておきたいですね。見ないところなんですけども、ボックスさんで売ってるのを見ると、多分ここ残ってるヘッドってないと思うんですよ。多分ね、わかんないです。自分でやった方が少し安いっていうのもありますし、ソフビに対してナイフを使うっていう勉強にもなるので、いいんじゃないかなと思います。ディーラーさんの場合は、これね、この分のコストはじゃあどうするのって話になるから、アイホールオープンで、省力化するっていう方もいらっしゃるので、それはケースバイケースでやればいいんじゃないかなと思います。でここにあるじゃないですか。でこの場合はヘッドをグッて押し付けて、ちょっとね、これね、力がないとできないんですけども、こうするとナイフが当てやすくなるので、ヤスリで削ってもいいですね。だいぶ綺麗になりました。で、こういうところにカスが残ってるときは、このナイフの背ですね、刃の方を使ってしまうと切れてしまうので、ナイフの背でですね、こうやってこすってあげると、ザラザラがある程度取れますので、これで綺麗にしてあげるといいですね。で完全に綺麗にはならないので、こんな感じ。これが、まずナイフでやる場合のパターンですね。でこっちはヤスリでやってみましょう。ヤスリはどんなヤスリを使うかっていうと、ダイヤモンドヤスリがいいですね。こういう Amazon で売ってるセットであったり、100均で売ってるこういうセットですね。これを用意しましょう。こう削り残しのところにこうやって当てて、この出っ張り、削り残しのところを削っていく、そういう感じ。よいしょ、よいしょと。で意外とこうね、バリというか、ケバケバみたいな感じで残るので、これはですね、横にこうスライドさせたり、ナイフで切ったりして、カットするといいんですけど、DD のヘッドのソフビは柔らかいので、意外とね、削りづらいです。でもこれは力がなくても削れるので、これをですね、ゴリゴリゴリっと。やっぱりこう水平な感じで入れていきますね、こういう感じで。で、ここで注意は、このアイホールを削らないことですね。このアイホールのこの縁を削ってしまうと、知らないうちにアイが大きくなっているということがありますので、裏に当たるように、この裏面ですね、当たるように削っていきましょう。でだいぶここ、なくなってきましたよね。もう少しここをね、削ってなくしてみましょう。結構時間かかるんですよ。だからデザインナイフである程度削った方が本当は効率がいいですね。ちょっとナイフは怖いっていう方は地道にやるといいんですけど、ちょっとこっちでやってみましょうか。こっちだとですね、この裏面にこう当たるような感じでできるんで、削りやすいと思います。こういうようにソフビのバリが残ってしまうときはこうやってね、横にしてやすってあげるとバリが取れたり、あと切れない場合はもうデザインナイフで背中でもいいですし、ゴリゴリ削ってあげると取れると思います。これがね、意外と残ってね、やりづらいんですよ。
で、こっちもね、やっていきますね。アップで見てみようと思うんですけど、このぐらい綺麗にした方がいいですね。まだですね、これでもちょっと残ってはいるんですよ。これ、こんな感じ。裏面はこんな感じですね。で、ここ残ったら、あとは V カラーシンナーですね。ちょっとね、マスク今してないんですけど、今残ってるもの。これ綿棒にこうつけて、ここ吸ってあげると、多少のこのデコボコっていうのは溶かして取ってくれるんで、もう最後の最後の、残りのデコボコっていうのはこれでですね、取ってあげるといいと思います。こう、押さえつける感じですね。ゴシゴシ、ゴシゴシこする感じ。V カラーシンナーは万能ではないので、あまり多く残ってるところはこうダメなんですけど、ほんとね、軽いところだけだいぶ綺麗になったと思いませんか？ただね、これそれだけ、それでもまだね、ここに段差があるんで、私はこれまでこれも完全に消してしまうんですけど、正面から見えなければ自分のキャラを作るんでしたらこれでもまあいいかなと思いますね。こっち側も同じようにやってみましょうか。ほとんどこれでこの表から見た方は仕上げな感じになると思うんですよね。肌の方に V カラーシンナーがつくとちょっとだけテカったような感じになっちゃうんですけど、軽くヤスリをでこすってあげればそのテカリは取れますので大丈夫です。こんな感じ綺麗になりましたよね。そしたらまたアイをセットしてみて、このフィット感ですね、試してみましょう。これ DD のアイですね。22mm。こんな感じ。まあ、ほぼぴったりかなと思うんですが、やっぱりね、ここの隙間にね、ちょっとね、この残ってる部分が見えるので、私はこれは後でカットします。反対側も同じようにくっつけてみましょう。いい感じですね。じゃあ、5-1-iですね。5-1-i。一番ヘッドは目頭の方が結構広いからぴったりはまりますね。反対側もつけてみましょう。いい感じじゃないでしょうか。今ね、ここが干渉してるんで、この下の隙間が空いてるんですけど、このぐらいでしたら許容範囲じゃないでしょうか。もしこれでアイが浮いてるってことであれば、さっきのアイサイザーの再登場で、これで裏面をゴシゴシします。で、平たくしてですね、アイがきちんとセットされるようにするといいと思います。はい、ということで、一番ヘッドのアイホールを開けるという動画でした。ルーターがあるとね、もう少しね、こういうところガリガリって当てて、かなり効率的にはできるんですけども、アイホールを開けるときはルーターがなくても、このヤスリと V カラーシンナーとあとアイサイザーがあればできるので、ぜひですね、チャレンジしてみてください。もう一個、このアイホールをですね、ガリッと削っちゃった場合なんですけども、なるべくでしたらソフビ盛りの電熱ペンでこう修復した方がいいんですが、ヤスリしかないよって言った場合は、カットしてしまったところに合わせてこのアイホールを少し広げてですね、削った部分が見えないように修復する必要があります。思いっきり削っちゃった時はもう電熱ペン買った方がこのヘッドを無駄にするよりいいと思うんで、失敗した場合は削るか盛るかのどっちかしかないので、なるべくですね、このアイホールは削らないように頑張りましょう。わからないこととかですね、つまずいたところとかあれば、マシュマロ、DM、コメントで送ってください。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。